こんにちは、無法です。令和2年3月17日の大阪にいます。今日は、自殺について話をしたいと思います。しばらく前から以前安泰寺に3年ほど、修行していた若い2人が仏教のあれ編集部という名前で YouTube アカウントを始めてます。そこで、定期的に、祝日といって4と9のつく日にライブ配信もしていますし、それは後で、録画したものを見ることができます。しばらく前に、そこで、自殺についての話が出て、それが面白かったというか、いろいろと私にとっても考えるきっかけになったんですね。若い二人は有心さんと道心さんという道仙さんという名前ですけれども、道仙さんが、自分自身の話をしたんですね。ある時にもう死ぬことに決めて、駅で飛び込もうと、駅なのかわからないんですけれども、要するにもう自分の靴をきれいに揃えて、今だという時に、頭ではもう飛び込んでた。もう死んでたけれども、どういうわけか、その瞬間体がついていかなかった。結果としては、死んでなかったんですね。そういう話をされたんですね。で、自殺したいという時はいろんな事情がある、いろんなケースはあると思いますけれども、自殺したいと思っているのは頭であって、首より下は決して死にたくないと思っていることが多いと思いますね。私もそんな話をよくするんですね。本当に死にたいならば呼吸止めればいいはずです。なぜそれができない？それは体が生きたいからですね。だから死ぬべきではないと、結論付けるのは簡単ですけれども、本当に体が正しいのか、本当に頭が間違っているのかはどうしてわかるのか。死にたいという思いに体がついていかない。でもそれは体こそが欲望、生きたいという欲望の奴隷になっちゃっているからではないかということも言えるんですね。いろんな私たちを支配しているいろんな欲望はあるんですけれども、その根底にあるのは生命欲のはずです。それに頭が気づいたとしても、それからなかなか自由になれない。なぜならばもう体の、DNA の中にこの欲望が入っちゃっている。私たちの根底から生きたいという欲望が私たちを支配している。でも果たしてじゃあその声を聞くべきだろうか。やはり死にたいという頭に従うべきではないかという、そういう疑問もあり得ると思いますね。で、あの動画の中に、仏教のある編集部の動画の中に確かに道仙さんは、うどんにすべきかそばにすべきか、要するに生か死かハムレットのように悩んだ時に毎日毎日う
うどんばっかり食べる必要はない。たまにそば食べたっていいじゃないか。そういう気持ちで死を選ぶ人もいるかもしれない。もちろんうどんでいいんだけれども、別にそばでもいいじゃないかと。なぜ生きらなければいけないのか。生きる必要は本当はないんじゃないか。自殺したっていいんじゃないか。誰も困らないじゃないか。私が死んだって。ただうどんとそばとの違いは、今日そば食べたってまた明日うどんに戻ることはできるけれども、一回死を選んだ後、昨日には戻れない。自殺する前の生活には絶対に戻れない。逆に昨日までの生活を今日もあと一日我慢して続けようと思った時には、まだ明日は自殺というオプションはある。うどんを食べ続けていればいつでもそばも選択できるけれども、一回そばを食べてしまえば二度とうどんは食えないという、こういう厳しい選択ですね。自殺するかしないか。で、安泰寺のホームページはあります。知らない人はぜひ一旦、見ていただきたいと思いますけれども、安泰寺のホームページで一番アクセスの数が多いのは、内山幸章老師が書いたテクストのページですね。この本の中から引用しているテクストがあります。禅からのアドバイス。これは、去年か一昨年でしょうか、新しく出たバージョンですけれども、そもそも1990年の本です。私は、内山老師の本はみんな好きですけれども、この本は特に好きです。なぜならば、串谷修則さんというお弟子さんが、おそらく多くの読者が持っているであろう疑問を老子にぶつけて、それに対して老子が割と短めに答えているんですね。その中に自殺の問題もあります。自殺の他には、人生とは何かと悩む若い人へという問いとか、座禅しても生きる力にまでならないという人、人生の意味を一口で聞きたい人へとか、老子は何を求めて生きてこられたのかという人、この人生をめぐる、問いかけが多いんですけれども、この本では2番目の章ですけれども、今自殺しようと思い詰めている人へという章がありますね。これは安泰寺のホームページにも載せてます。で、なぜアクセス数が多いかというと、どうやら Google で自殺しようと検索して安泰寺のページが一番トップに出るわけではないんですけれども、しばらくスクロールすると安泰寺のページが出てきます。今自殺しようと思い詰めて実際に自殺しようというキーワードを検索エンジンに入れると、どういうわけか安泰寺のこのページにたどり着く。ただ残念ながら安泰寺のページにたどり着いてどこまで読んでいるのか、それに納得するかしないかまでは私にはわからないんですね。実は私も自殺について特に若い頃はよく考えたんですし、ほぼ毎日、このまま生きるよりも自殺した方が楽じゃないかと思った時期もありました。もしその時期に内山老師のこのテキストを読んでたら、
おそらく私は納得しえなかったんではないかと思います。それはなぜかというのを、今から少しお話ししたいと思います。まず、この今自殺しようと思い詰めている人へ内山老師がまず第一番に言うのは、次のことです。今地球上では人口が有り余っているのだし、あなたが死んでも社会としては誰も困る人はいないのですから、自殺されたらいいでしょう。どうぞ死んでくださいというわけです。これはかなり冷たい言い方とも言えるでしょうけれども、おそらく、内山老師は最初には、正直にどう考えたって自殺をしてはいけない理由は何にもない。あなた自身が死にたいというならば、それをとどめる客観的な理由を社会が用意してない。もし、こうという理由で自殺しては困るなというんだったら、それはおそらく嘘である。日本では少子化とか言われますけれども、人類レベルで考えてても、一人の人が死んだぐらいで誰も困らない。誰も困らない。だから、あなた自身がそれを望むのであれば、自殺されたらいいでしょう。まずそこから内山老師が入ります。思うにと続くんですね。思うに、人々が死にたいと思う動機にはいろいろあるでしょうが、おそらく一生のうちには死んでしまいたくなるほどの苦しみに誰でも出会うのであり、一度も思ったことのない人など世の中にほとんどいないでしょう。どうでしょう。私が、日本で言えば中学生の頃に、その頃は自殺についてだいぶ自分の問題として考えてたんですけれども、周りには誰もそんなことは考えていなさそうな雰囲気でしたし、日本でもドイツでも同じですけれども、メディアでも、あえてそういう問題を取り上げてない、ですね。あの自殺者の数が増えたとしても、あんまり報道されないんですね。報道してしまうとさらに増えてしまうという、意見があるので、あまり自殺については言及されない。むしろ生きることは楽しいという大前提で、みんなが生きているように見えたんですね。そこである時に授業の中で先生は皆さんの中で自殺について考えたことのある人、実際に死のうと一度思ったことのある人はどうぞ手を挙げてくださいという時は、みんなではないんですけれども、半数ほどの人は手を挙げて、私はびっくりしたことがあったんですね。実際にどんなに辛くても死にたいと思ったことがないという人にも私は出会ったことありますね。どんなに辛くても死ぬよりはマシだという人は世の中にいるんですけれども、やっぱりおそらくほとんどの人は一度は死のうとは思う。かといってじゃあそれは自殺
しなくていい、自殺すべきでない理由になるかどうかというと、それは全然理由にならない。みんなが一度そう思ったことがあるからといって生きるべきであるとは言えない。まあ強いて言えば、多くの人はその問題を通り越して何らかの形で生きることに落ち着いたらしい。ただそれは生きることに本当に落ち着いたのか、ただ妥協して死ぬ勇気が結局持てなくて、嫌ながら退屈な日々を続けているだけなのか、それは誰にもわからないんですね。はい、続きを読みます。しかし皆なんとかそれに耐えて生きているのは人間生命の根底において本能的に生きようという力が湧いているからです。みんな自殺したいという思いを持ちながらも、やっぱり生命欲がそこに働いて、よく言えばその生命欲によって死にたいという願望から目覚めて、これは単なる頭の中の一時的な分泌物でしかない、幻のようなものから目覚めているとよく言えば表現もできるし、逆に結局生きる必要は本当はないんだという気づきを手放してしまって生命欲に負けてしまう、そういうふうに悪く言うこともできるんでしょう。結局みんなどこか生きたいという欲望を根底に持っている、そういう力が働いているからです。この命の声に逆らって自殺を図り、自殺し損なって変えて、その時信心に生涯を受け、一生それを背負って生きねばならん人は世の中に多いです。そういう人もいるんでしょう。一度自殺しようとして未遂に終わって、結果的には生涯を追って生きるようになったんですね。それもいろんなケースは考えられるんですね。半身麻酔とかそういう形で自殺し損ねて一生、車椅子で生活しなければいけない状態になったけれども、その時変えて、車椅子でもいいから生きててよかった、生きててよかった、あの時死ななくてよかった、今は車椅子の状態なんだけれども死ななくてよかったと気づいた人ならば、むしろその方が良かったかもしれないんですね。その人がもしその時に自殺未遂をしなければ、そのまま生きるべきか死ぬべきかわからない暗い毎日毎日、本当は生きたくないけれども死ぬ勇気もないと、健全な体でありながら頭の中で疑問が解決されてないままであれば、むしろ一回自殺し損ねて生涯を背負いながら、でもこれでよかったと生きてた方がいい。もちろん誰でもそうかというではなく、一回自殺未遂して生涯を追って再び自殺しようとして今度こそ成功してしまうというような人もいるわけです。だけれども下手をするとあなたは死なずに
生涯を追うようになるかもしれないというのも、自殺しない理由には本当はならないんですよね。例えば睡眠薬を多量に飲んだため、一生その時の薬害を受けて苦しまなければならなかったり、あるいはビルから飛び降りたが偶然助かり、しかし一生歩けなくなってしまったとか、これは確かに苦しいけれども、今自殺しようと思っている人はとにかく生きることが一番苦しいから、車椅子が苦しいとか、睡眠薬を飲んで薬害に苦しむとか、そんな苦しみと比べると、まず生まれてきて今ここにこの世にいる、こんなほどの苦しみが他にないわけですから、このお言葉の説得力も本当に真剣に自殺を追い詰めている人に対してあまり、説得力はないでしょう。内山老師は続けています。ですからあなたも自殺する瞬間、例えばビルの屋上から飛び降りて下まで落ちる間に、しまった、自分の深い心の奥底では自分は生きていたかったのだ、今このまま死にたくない、どうしても死にたくないと絶叫するようなことにならんようよくよく自分の深層意識の声と相談されてから自殺の実行をすることにした方がいいと思います。要するに死ぬ前には本当に自分は死にたいかどうかよくよく考えて、ここでは深層意識という言葉を内山老師が使ってますけど、じゃあこの深層意識とは何なのかが問題ですよね。頭の上が焦燥で悪いのであって深層意識の方がいいと誰が決めるのか。むしろ深層意識こそ私を支配している、マトリックスであって、この深層意識から自由になることこそ、自由への扉じゃないかという声もあるかと思いますね。なんで深層意識と相談しなくちゃいけないのか。今まで私を支配したこの深層意識とおさらばがしたい。ちょっと続きを読んでいきます。その点、自殺を成し遂げたという人でも、自然の運命的なものがそれを許したまでのことであって、決してその人の意志が強固だったから自殺を成し遂げたのではないでしょう。道仙さんの体験もありますけれども、道仙さんはもうその時飛び込んでたと言ってますね。頭ではもう飛び込んでたけれども、気がついたらたまたま体はついていかなかった。それを内山老師はその時の運命だというんですね。あるいは実際に体もついていかれて飛び込んだとしても本当に死ぬかどうかはわからない。頭が決めた通り、思う通りになるかどうかはわからない。
まあそれはそうでしょう。だからといって、自分の意思で死を選んで自殺を決行しない理由にはまずならないんですね。自殺したくてしようとして成功するかどうかわからないけれども、だからといって最初からやらない理由にはならないんですね。やってみないとできるかどうかわからない。それはスポーツの世界でも学問の世界でもどこでもそうです。実際にやってみないとわからない。だから最初からやらないという理由にはならないんですね。人間の思いの力など大自然の力の前には全く一微塵の力でしかないのだと私は思います。むしろ我々が生きている命の底には何より生きたいという生存本能の力が働いていることこそ根本事実です。自然の前で我々の思いの力など微塵なものです。どうでしょう。どうでしょう。確かに9年前の東日本大震災の時もそうですし、今のコロナウイルスの時もそうですし、人間の思いで同行できる側面はすごく多いんですし、今から2ヶ月前誰も想像だにしなかったことが現に起こっている。かといってじゃあ思いの力は全くないというわけでもないし、なぜここで生存本能の力に全部委ねなければいけないのか。それがわからないという人がいれば、説明するのは非常に難しいと思いますね。生きたいという生存本能の力が働いていることこそ根本事実です。確かにそういう生存本能が働いている、そういう根本事実をおそらく自殺したい人も否定しない。私には生きたいという欲望もあるけれども、なぜそれに妥協しなくちゃいけないのか。だからどうしたというのか。例えば、ダイエットがしたいという人がいるとします。太りすぎて、体に自分の健康に悪いと分かっている。お医者さんにも少し体重減らした方がいいと言われて、本人もそれに納得するんですね。ちょっとダイエットして体重を減らそうと。ところが自分ではそう決めたけれども、いざとなった時にやっぱりお腹がすく。寝る前にちょっとプリンが食べたくなっちゃうんだよね。頭ではダメだと分かってても、そういう生存本能のような自分の根底にある命の声が聞こえてしまうんですね。プリンを食べようと。で、ついつい食べてしまうんですね。それはいいことなんだろうか。そういう時こそ、そういう自分の奥底から湧くプリンが食べたい、プリンが食べたいというこの声こそ無視して、いや、今ダイエット中だからプリンは食べないよと言うべきじゃないかと。で、いくら自分の思いの力が大自然の前で
一微塵でしかないと言ったって、ダイエットしようと決めた人が必ず食欲に負けるかというと、負けない人だってちゃんといる。負けてしまう人もいる。じゃあ負けた方が命の声に忠実かというとそうではない。ですから自殺したいという人もおそらくそういうふうに考えることができる。いくら私の中に生存本能が働いているからといったって、それはダイエットを決めた人がプリンが食べたくなると同じことではないかと。ある中毒の人は禁酒を決めて、もう今日からは酒を絶対飲まないと決めた時に、どうしても酒が飲みたくなるはず。それは自分の頭を超えた、自分の奥底からそういう声、酒が飲みたいという声が湧いてくるはずです。だからこの声に従わなければいけないということは決してない。むしろその時は内山老師でも、もうある中毒ならばもう酒を飲むな。でも酒が飲みたいと思っているのは、いや、頭の中では思ってないよ。頭の中では飲んじゃいけないとは分かっている。むしろ首より下がそう思わせているんですよね。これはもう今から30年、ちょうど30年前のことで、最初に安泰寺に22歳の時に、暗号してもらった時に、その時の冬に托発に京阪神方面に出て、その時初めて内山老師にお会いしたんですね。先輩の雲水たちに連れてもらって、内山老師にお茶を出してもらって、で皆さん質問あったらどうぞ何でも聞いてください。でその時に私は内山老師に、聞いたのは、老子の本の中によく頭の手放しという言葉が出てきますけれども、首より下の体はどうなの？この首より下も手放さなくちゃいけないのではないかと。で、その時私が問題にしたかったのは、まさにそれですね。確かに私たちは私たちの思いに支配されていることも多いんですけれども、例えば性欲もそうですし、食欲でも睡眠欲も、もう怠けたいとかいうのもありますけれども、首より下の欲望だってそんな可愛いものではないんですね。頭だけ手放して首より下の体の欲するままに生きていれば修行になるというわけではないはずですね。で、残念ながら私の記憶では内山老師はこの問いには全然答えてなかったんですね。むしろ、なぜ頭の手放しなのか、本でも書いていることをその時繰り返してて、では頭より下、首より下の欲望をどうするかという答えをその時私は残念ながら内山老師の、口から得ることはできなかったんですね。ですからそこに生存本能が自分の中に働いているからといって自殺をしない理由になるかどうかというと、お前に食欲があるんだからダイエットすべきではないと言ってるようなもんですね。あなたは酒が飲みたいだから禁酒すべきではない。もちろんこのダイエットの例で言えば、痩せているのにまだ食べ過ぎている、まだダイエットしなくちゃいけないと思い込んでいる、痩せ病の人もいるんですね。そういう人には、この思い込みを何とかして手放さなくちゃいけないというのがあるんですけれども、要はケースバイケースというか、
自殺したいと思い込んでいる人は自殺したいという思い込みが迷いなのか、それを引き止めている生存本能が迷いなのか、どっちが迷いなのかわからないという問題がここにあるんですね。私は読み、続けます。今あなたは疲れ果て、生きる気力をなくしかけていらっしゃる。そんな時、ちょっと野外に出て、今は春で伸び始めている、これ何と読むんでしょうね。道端ですね。伸び始めている道端の一本の草にでも目を注ぎ、じっと見つめてご覧になるといいと思います。一本の名も知れん草ながら、それなりの生命力として力強く成長していっているでしょう。これもおそらく、お坊さんの法話ですとか、その他、人権、講演などでは、今から二昔ほど前に流行ったスマップの、一番じゃなくてもいいから世界に一つしかない花とか、そういう話はよく使われたと思いますけれども、名もないこの一本の草を見なさいと。もちろんそれは自分自身のことです。世界から見たらいてもいなくてもいい。この一本の草がそもそも生えなくたってよかった。踏み潰されたって誰も気づくことのないこの草。でも生命力のままに生きている。さあ、この言葉が届くかどうか。ただ、この今あなたは疲れ果て、生きる気力をなくしかけていらっしゃる。この、老子の言葉の温かさと一番最初の自殺されたらいいでしょうというこの冷たさ、この変化、この変化に私は何かを感じるんですね。疲れ果てている。老子自身もこの本の他のところで、書いていますけれども、老子自身だって決して死にたいという思いと無縁にずっと生きてたわけではなく、むしろこの思いこそずっと若い頃から、持っていらしたわけです。ですから死にたいという思いがわからないというわけでは決してない。野外に出て、今は春で伸び始めている道端の一本の草にでも目を注ぎ、私も若い時に経験してますけれども、ずっと部屋にこもっている時に考えていることと、外に出て自然の中に歩きながら、自転車でも漕ぎながらしている時の考えている時は違う。どういうわけか違う。だからといって外で考えていることが良くて屋内でこもっていることは悪い。誰が決めたのかということになりますけれども、アドバイスの一つとして、まず外に出なさいということは決して悪いアドバイスではないんです。こういうコロナの時代には、むしろこもりなさいという風潮がありますけれども、この春の時期に、外にでも出て、そこに生えようとする草を見る。それでもしこの草からあなた自身の中に働いている生命力を目覚めさせられるなら、この草一
本でもそれなりに本当の生きる意味があったと言えましょう。人間の生きる意味というのもそんなものだと思います。生きる意味、人生の意味については、内山老師は別の章で書いてますけれども、そもそも私たちは意味の次元では本当は生きてないんですね。今ここにおいて生きる意味ははっきり言ってないと私は思うんですね。生きる意味は本当はない。でもないからこそ今ここがいいという気づきがあったりしますね。で、それに気づいているとか、この今ここ、無意味なこの命を一刻一刻、一瞬一瞬生きる。これでよかったんだと気づいて、そういう生き方をすることによって周りにもそういう気づきをもたらせることができれば、それはある意味では生きる意味とも言えるんですね。意味なんてないけれども、ないからこそいいんだ。勉強するには意味がある。何の意味があるかというと、受験をパスしていい大学に入るため。大学で学んで、就活で頑張ることには意味がある。なぜかというと、いい会社に勤めて、いい給料もらう、そういう意味がある。働くことに意味がある。金儲けして素敵な配偶者もらって家庭を作るためであると。そういう意味のあることは大概面白くないんですね。勉強も嫌々ながらやる。意味があるから。働くのも嫌々ながらやっている。なんで働くかというと意味がある。で、生きることに何の意味があるかというとない意味から解放されている。いいんじゃないか。今まで意味のあることばっかりに支配された人にはなかなか気づきにくいかもしれないけれども、意味なくたっていいじゃないか。意味ないからこそいいんじゃないかと。それに気づいて周りの人も気づかせることができたら、ある意味では意味のある生き方とも言えなくはない。あなたのご両親なり親しい方もあなたが落ち込んでいるならきっと悲しく思い心配され苦しんでおられることと思います。それに反しあなたが生き生き明るい顔を見せるならきっと喜びそういう方々も生き生きされるに違いありません。とすると少なくとも身近な人を喜ばせ生き生きさせる中にあなたの生きる意味もあるわけです。今落ち込んでいることによって周りの人も、元気をなくしている。ましてや自殺してしまったら親はどれほど苦しむんであろう。逆に明るく振る舞ったら周りの人も明るくなる。確かにそうなんだけれども、真剣に自殺したいと思い込んでいる人にこの言葉が届くかというと、おそらくそうじゃなくて、むしろ俺の苦しみをどうしてくれるんだと。そもそも親といえども、なんで俺を産んでくれたんだと。俺の了承も得ないで勝手に俺を産んでこの十数年の苦しみをどうしてくれるんだと
私が落ち込んでいるから親も悲しい思いをするというけれども、こっちの今度の苦しみの責任を誰が取るんだ。あいつらを楽にさせるためになんでこちらが明るく振る舞う真似をしなくちゃいけないんだ。ただでさえ苦しいのに。なんで自分にも周りにも嘘をつかなくちゃいけないんだと。俺が自殺して悲しむならば勝手に悲しむのがいい。自業自得だと。俺を生んだ罰、それぐらいの罰を受けたっていいじゃないか。まあ真剣に、自殺を考えている人はそれぐらい考えているのだろう。その点、人間という存在、決してあなた一人ではなく、実は誰でも彼でも心の底に深い悲しみを持っています。このみんなの持つ深い悲しみを共に悲しみながら、しかし同時にお互い様生まれてき、生きている限りは生命力を持ってこれを乗り越えて生きているのです。それでこんな生命力をお互いに呼び澄まし合いながら生きるのが仏教でいう慈悲心、大悲心というものです。で、ここの慈悲心と大悲心の悲にはそれぞれ、点がついてますね。要するに、共に悲しむこと、大いに悲しむ心。悲しいのはお前だけじゃないんだよ。みんなそういう悲しさを持っていながら生きている。でもそこもやっぱり自殺すべきだという人がいれば、それこそこの生命欲、生命本能、生前本能こそ私たちを支配しているマトリックスだから、まずは私一人が、みんながまだマトリックスに支配されている、眠っている。この世の中で私一人がマトリックスという生命欲から自由にならなければいけない。もし私の自殺によって目を覚まして周りの人も自殺を決心したらなおさらいいではないか。それは彼らへの自由の扉を開いたことにもなるわけですから、そういう意味ではそれこそ仏教が生命欲からの解放だというならば、自殺こそ仏教の実践であるし、それによって他を救うことにも結果的になるかもしれない。それまでかろうじて生命欲にすがりついてた人生、生きることに、しがみついてた人も私の自殺によって生を手放して死を選択するようになるかもしれない。なんで共に悲しんで嫌ながら生命欲に従わなければいけないのかよくわからない。そういう人もいるんでしょう。最後に、内山老師はこう、書いてます。どうぞあなたもただ自分一人だけのことを考えて、自分には生きる気力がないと落ち込んでばかりいず、まず自分を心配してくださる人がかえて生き勇気づけられるような生き方をする努力
をすべきです。いや、確かにそうなんだけれども、自殺しようという人にそれを言うのも少し無理を感じます。なぜならば、その人からしたら、周りの人はみんな洗脳されている。洗脳されてないのは自分自身。少なくとも自分の生と死を決めるのは自分でしかできないし、死ぬならばもう自分がそれを選択し実行しなくちゃいけないわけですから、なぜマトリックスに支配されているみんなと一緒になって同じ支配に従わなければいけないのか。マトリックスでよかった、生きることよかったとお互い勇気づけるというけれども、そこにあなた自身の本当の生きる意味もあるに違いありません。本当にそうかどうか。とにかく我々自身の中に働いている生命力とは、あらゆる困難、抵抗を乗り越えていく力であり、草一本にも我々自身の中にも確かに事実働いている力なのですから、この命の声を一つの根本要因として我々の人生を考え直すことこそ私は大事と思っています。最後にやはりこの生命力、命の声、自分の根本にあるもので話が結ばれます。そして、さっきも繰り返し言ったように、本当に自殺したい人にとってはこの命の声こそマトリックスであって、自分を支配している苦しみであって、そこからこそ自由になりたい。で、仏教の中にもおそらく昔からそれこそ仏教の目標だと思ってた人もいたんでしょうし、実際に釈尊の弟子の中に自殺した人もいます。それがあまりにも流行りすぎて、もう自殺するのはダメだと、釈尊が言った時もあるようです。ですから仏教では決して自殺を良いものとはみなしてないんです。でも自殺してこの人は涅槃を得たというケースもある。それもまた事実です。私自身の場合、さっきこのテキストを読み上げて、そして安泰寺のホームページに載せたのも私ですけれども、本当に今から自殺したい人にこれが届くかどうかというと、届かない人もいるんでしょう。それこそマトリックスの映画で言えば、ここに書かれたのはマトリックスの映画で言えばブルーピル、青い女王ですね。これを読んで本当に信じることができる人はマトリックスに支配されているんですね。もう最初からマトリックスから本気で解放されたいと思ってない人、こういう誘惑に負けないで、体の奥底から湧く声を信じないで、むしろ自分の頭で考えたことを実行する人こそレッドピル、赤い錠を飲んで真実が見えた人だと。でそれに対して私が何か言えることがあったとしたならば、それはマトリックスの場合はこの真実を見た人たちと
マトリックスに支配されて真実を見てない人たちの差がはっきりしてるんですね。どっちが正しいでどっちが洗脳されているの違いがはっきりしてますけれども、私がだからマトリックスの映画があまり好きでないで、それより、10年ほど前に出た、トータル・リコールというシュワルツェネッガー主演の映画が好きなのは、そこでも同じような問題が出てくるんですね。トータル・リコールという映画で、シュワルツェネッガーはある朝、地球で目覚めるんですけれども、本当は火星に行かなくちゃいけないという思いが湧いてくるんですね。どういうわけか火星行きたい。で、周りの人は、別に行かなくたっていいや。あんなとこに行かなくたっていい。あるいは、バーチャルで行けばいいんだと。どこかの旅行会社、バーチャル旅行会社に行けば、そこであなたは火星に行く夢を見させてくれるから、そこに行きなさいと。で、そこに行くんですけれども、そこで見せられる夢は、実は、現実の記憶を呼び起こして、自分は、実はもともと火星の人だったと。で、地球の人たちに地球に連れられたというような話になるんですね。要するにシュワルツェネッガーは本当の自分はどっちなのか、火星にその時に地球から独立運動を起こしている、レベルたち、そういう今で言えばテロリストですけれども、自由運動を起こしている人たちがいるんですね。で、地球側はその火星の自由運動、独立運動を抑えようとして、それを自分たちの植民地にしているんですね。で、自分はどっち側なのかわからないんですね。で、どちら側も自分の真実を持ってます。地球側の真実、そして火星側の真実、どっちが自分の真実かがわからない。映画では最後には答えが出てくるんですけれども、人生の場合は、私たちが生きているこの人生の場合は最後まで答えが出てこないと思いますね。つまり、生きたいという首より下の命の声とか生存本能が本当の私なのか、いや、それは私を縛っている、最も根深い欲望じゃないかと、冷めたつもりの頭が真実を見ているのか、どっちがレッドピルでどちらがブルーピルなのか、結局わからないんですね。自分はダイエットしようと決めたのにどうしても食べちゃうタイプなのか、それとも痩せてるのにさらに痩せ続けなければいけないと思い込んじゃってるだけなのか、首より上が正しいのか、首より下が正しいのか、どちらも間違っているのか、わからない。それこそ内山老師の言葉を使うならば、よくよく相談するしかない。で、相談できるのは、おそらく生きていながら、でなければこういう相談もできないわけですから、私はこの52年の間、自殺について考えたことは結構ありますけれども、それを実行してないことには何の悔いもない。むしろ今ここでこういう相談ができるのも良かった。
これからも自殺する気配は全くないですね。そういう意味では昔とだいぶ違う。それをマトリックスに、負けてしまったと言われれば、負けてしまった。妥協してしまった。でも、マトリックスの映画もそうだけれども、ネオたちが本当は洗脳されている側じゃないかということは十分に言えると思いますね。実は彼らこそレッドピルを飲んで真実見てるつもりなんだけれども、トリップしているだけじゃないか。で、内山老師も言うように、絶対に自殺していけない理由は一つもないですね。ただうどんとそばで言えば、自殺するということは、一回食べてしまおうと二度とうどんが食えなくなるようなそばです。だからそばを食べちゃいけないという理由にはならないけれども、このそばかうどんという選択を残すためには仕方なく、あるいは喜んでうどんを食べるしかないですね。仕方なく食べ続けるか、喜んで食べるのかは一人一人次第です。はい、今日はちょっと暗いテーマといえば暗いテーマ、自殺というテーマでした。で、私はここで話していることもおそらくまさに今ここで死ぬべきか、あと一日我慢して生き続けるべきなのか悩んでいる人の問題の解決にはならないと思います。少しなってくれたらそれは私にとって嬉しいけれども、最終的にはこういう話になるんではないかと思います。ただそれが本当の答えになってないというのもおそらく内山老師も分かっていますし、私だって分かってます。はい、これで以上にします。この部屋はおそらく春から、娘が使うようになるので、次に録画するときはひょっとしてちょっと違う場所を使うことになりますけれども、また、これからも春からもまた動画も録画しますので、引き続きよろしくお願いします。